こんにちは、キキです。今日は前回の動画の続きで名古屋生まれの私が2泊3日の大阪の旅に来ています。おはようございます。今日は夕方までフリーだから梅田あたりを散策しようかなと思います。今日はあいにくの雨ですが、この世に傘がある限り私は歩き続けます。メイドカフェの表記がいろんな言語であっていろんな国の方に人気なんだなと思ったり、あとは12時間いても1500円しか取られないネットカフェがあったり、やっぱり日本って不思議。タピオカ屋の看板はあるのに全くタピオカ屋に見えないこちらのお店、どういうことなんだろう。そんなこんなで黒門市場に着きました。アーケードといえばこういったおまんじゅう屋さん、昔ながらのディスプレイを見てると私まで懐かしい気分になります。皆さんはアーケードと聞くと何屋さんを思い浮かべますか？朝早いのにもうこんなに立派なお寿司だったりお刺身が並んでいるこのお店、活気にあふれた街だなと感じます。そしてこちらは飲食店が頼りにしているであろうお店。こういった下町感を隠さない感じがまた大阪の雰囲気を醸し出していますよね。大阪って名古屋に比べて自転車の人が多い気がする。お店の個性が出ている看板が連なっているのを見るのもアーケードの楽しみの一つ。今大阪に住みたくなったあなた、1LDK では7万5千円、2LDK では12万5千円ぐらいだそうです。どちらも駅近だし、私が思ってたよりはお手頃かも。さて、今いる日本橋駅から梅田駅へ向かっていきます。他の人に迷惑をかけないようにという看板がなんとも日本らしい。大阪府外の人からすると JR では大阪駅なのが地下鉄だと梅田駅なのちょっとややこしいかも。地下鉄も大阪駅っていう名前じゃいけなかったのかな。まだ朝ごはんも食べていないのにお昼の時間になっちゃったのでがっつり食べたいと思います。そんな私が見つけたのがこちらのスープのお店。種類がたくさんでどれも美味しそう。ミネストローネとかさつまいものポタージュとか。すごく混んでいるお店でお客さんの9割が女性の方だった。大阪の喧騒の中でご飯を食べられるなんてこれもまた特別かも。そんな私が選んだのは牡蠣のポタージュとトウモロコシのシチュー。シチューにはこんなにゴロゴロと野菜が入っていたり、あとはたくさんの鶏肉が入っていてすっごく食べ応えがあった。大阪で気づいたこと、観覧車が多い。名古屋と同じぐらい大阪の地下も広い。
もう一つの世界に迷い込んできたんじゃないかっていうぐらい広い。このレストラン街には焼き鳥だったりラーメン、お好み焼き、ちゃんぽん、そして居酒屋などがあって、日本をぎゅーっと凝縮したみたい。さっきのレストラン街の上の階はこんなに豪勢。下町とモダンな街が隣り合わせにあるから、少しの時間でたくさん旅行した気分になります。私が旅行先でいつも探すのが高くから景色が見られるところ。今回は大阪梅田ツインタワーズにお邪魔しました。誰でも無料で登れるこちらのスポット。この景色を見ながら疲れを癒しに来ている方もちらほら。高いところからの景色は綺麗って本当に間違いがない鉄則。そしてこの階にはフレンチレストランもあって、こんなに綺麗な景色を見ながら2000円以下でランチが食べられるみたい。こんなところがあることを知ってたらここで食べてたかな。隣にはカフェもありました。建物の1階はなぜかギリシャの半径劇場みたいで憩いの場になっていたり、かと思えば隣の北海道物産展では人が多すぎて人の波に潰されそうになったり、大阪で気づいたこと、道が渡りにくい。向こうの歩道橋見えますよね。あそこで渡らなければ、私がいるこの位置には横断歩道がなく、そして向こう側にもありません。反対側に行きたいだけなのに。こちらの神社は恋愛聖樹の効果があるみたいで、恋に関する絵馬がたくさん。皆さんだったら何をお願いしますか？神社の地図もタッチパネルになってるなんて。また変わった道を発見。ここには横断歩道がなく、そして向こう側にも横断歩道がなく、あるのはこの歩道橋のみ。ちょっと歩行者にはこの街は難しい。だから自転車の人が多いのかな。大阪で気づいたこと、幅が広い歩道が多い。梅田駅より徒歩15分ぐらいの堂島川へ着きました。ちょっと梅田よりは人の流れが落ち着いてきました。ギリシャっぽい建物発見。こんな立派な作りだと何の建物なんだろうって思ってしまいますよね。これは日本銀行大阪支店の旧館だそうです。この扉の部分がわざわざ飛び出た作りになっていたりとこだわりを感じられて、とにかくかっこいい。数分歩いたこちらにもギリシャっぽい建物がまた発見。ここは大阪府立の図書館なんだって。こんな立派な建物の中で勉強したら古代ギリシャの時代の哲学者になったと錯覚しちゃいそう。ちょっとびっくりしたのは、こんなに素敵な建物なのに誰も見てる人がいないっていうこと。それだけ地元に根付いてるのかな。
これは後から知ったんだけど、中にはデンマーク料理店があったみたい。何その興味深いレストラン。入り口が綺麗なこのレストラン、実はお店は地下みたい。なんだかそそられる。さてここで私がクスッときたものは何でしょうか。答えは横断歩道の短さ、3本しかない。近鉄に乗って名古屋へ帰るために難波駅へ来ました。長いようで短かった私の2泊3日の大阪の旅も終わりに差し掛かっています。名古屋同様大阪にもこういったタッチパネルのインフォメーションがあって、英語でも表示があるし、観光客にとってありがたいなと思いました。私が思う駅の特徴の一つに化粧品がたくさん売ってるっていうことがあって、小さなテレビがあったり、お試し書きができたり、テスターがあったりと、お客さんをワクワクさせる仕組みがたくさん。こちらは無人のクリーニング屋さん。剣売り場に傘立てがあったの、すごく配慮されてるなと思った。剣を買ってから気づいたけど、こういったチケット売り場だったらもうちょっとお得だったかも。今回の大阪の旅で大阪の土地勘をよくつかむことができました。難波と道頓堀がとても近いこと、そして難波から通天閣までは歩けない距離ではないということ、そして梅田から難波もほぼ一直線で綺麗な川を見ながら歩くことができること、歩行者には分かりやすいけど歩きにくい道になっていること、そして大阪は観覧車とアーケードと穴が開いた建物と自転車が多い街だということ。待っていたところに電車は止まらなかったけど、それでも憎めない大阪。また来るね。